2022年6月16日から30日までの獅子座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。6月16日から30日までの獅子座さんのリーディングを行います。まずこちらに人生における変化があるというお月様のカードが出ております。合わせてサティアのカード、真実の自分になっていくために、この時の変化がある。あなたが進化していく過程における変化と言われてるんですが、特にこの時の変化というのは、終わりの要素がとても強い。これを終わらせないと次に進めない。これを終わらせないと真実のあなたになれない。本当にしたいことを始められない。本当に愛している人との生活を始められない。人は常に進化し続けて変化し続けているものなんですが、あなたの変化が、特に今年に入ってからの変化が大きいがゆえに、あなたと合わなくなってしまっている人やお仕事、趣味、勉強などがあるんじゃないかなって思うんですが、それがこの時自然と終わっていく。こちらにタワーとデスカードが出ております。この2枚が同時に出ているということで、人によっては衝撃的な終わりになる方もいると思うんですが、この終わりを準備してきたとか、手放す覚悟ができていた方にとっては、それが自然と終わっていく絶好のタイミング。中にはずっと終わらせようと思っていたけれども、生活のためとか、しがらみがあって手放せなかった方もいるんじゃないかなって思うんですが、その場合もあなたから終わらせるというのではなく、例えばそれがお仕事の場合は、そのお仕事が自然となくなっていく、契約がなくなっていくとか、恋愛結婚も含めた人間関係の場合も、あなたから終わらせることをしなくても、その人があなたの元を去っていったり、その関係が自然となくなっていく。こちらにマイスのカードが出ておりまして、この時終わっていくのが人間関係の場合は、その人との不和がもともとあって、というのも先ほど申し上げたように、あなたが大きく変化、進化していっているがゆえに、合わなくなっている人が現れてきていて、そしてその人とのいさかいや不和というものが、あなたが本当にしたいことを、今のあなたがすべきこと、始めるべきことへの障害になってしまっている。その場合は、あなたが次に進んでいくために、その人との関係が自然と終わっていく。そういう終わりに対してとても強い力が働いてくるというのは、あなたが真実に目覚めて、これから特にこの夏から行おうとすることというのは、あなたのためだけではなく、あなたの周りにいる人、もしくはそれ以上の人にとても良い影響を与えていくから、あなたが進化していくだけではなく、あなたに影響を受けていく人たちもとても良い進化をしていくから。なので、常に変化、進化し続けて、大きく変わろうとしているあなたの邪魔をしようと、もしくは、すでに邪魔をしている人たちとの関係が自然と終わっていく。
これだけ終わりの力が働いているということは、その関係やお仕事が原因で体調を崩されていた方がいるのかなって思ったのと、それが原因で本来の力を発揮できていなかった。でもこの時はなかなか終わらせることができなかったようなことも自然と終わっていく。ですので、こちらにインペーシェンスというカードも出ておりますが、焦らずに自然と終わっていくのを待つ。時が来ているからこそ終わって始まっていく。なので、流れに身を委ねる。終わっていくものにしがみつかずに次に進んでいく。この終わりがきっかけで、あなたの人生が拡大していく。こちらにワンドの3が出ております。例えば、この終わりを迎えることによって、新しい分野にチャレンジする機会が巡ってくる。その場合はそれがあなたの真実とつながっているから。そしてこの世界が広がるというのは、人脈が広がる、興味が広がる。今まで今回終わっていくものというのがネックで、行動範囲が狭くなっていた方もいるんじゃないかなって思ったんですが、その場合は今回の終わりで、この時の変化で、あなたの世界が文字通り広がっていく。行動範囲が広がっていく。それは人によっては、拠点を一箇所に置かずに、複数拠点を持って、縦横無尽に活躍する方もいれば、海外に拠点を置くとか、例えば海外に留学をする、国際結婚をするなどして、行動範囲も生きる世界も広がっていく。いろいろな世界の広がり方があると思うんですが、その世界の広がりというのは、あなた自身の解放につながっている。このあなたの人生を変えるぐらいの終わりを迎えることによって、あなた自身が解放されてより真実とつながっていく。人によってはこの解放によって、これをするために生まれたというようなものに取り組み始める。そういうあなたが進化していくために必要な変化がある時なんですが、とても大きな変化だからこそ、しかも外側から起こってくる変化だからこそ、とにかく流れに身を委ねる。そして健康には最大限の注意を払う。例えばいつもだと自己判断で済ませているようなことも、念のため病院に行くとか、念のため休みを取るとか、とにかくご自身の健康には最大限の注意を払っていただきたいですし、あとこの時は流れに身を委ねるというのが一番重要になってきますので、その流れに逆らうようなこととか、その流れにないことを自分からしない。例えば、この時流れで遠出する予定がある、例えば海外出張の予定があるというような場合は、何かを終わらせるために、流れに乗るために、あなたが進化していくためにその出来事があるんですが、特に予定もなかったのに、この時仕事が終わってなくなって暇になったからといって、海外旅行とか遠出の予定を入れてしまうと、そこで病気になってしまったりとか、トラブルにつながってしまう危険性があると言われていますので、この時は流れに身を委ねて予定になかった遠出はしない。この終わり自体もとてもエネルギーを使うことですし、この終わりがあるということは、次に必ず始まりがある。しかもこれだけの終わりということは、この終わり自体もそうなんですが、次の始まりもあなたの人生を大きく変えていく。この終わりというのも、恋愛や結婚、人間関係が終わる。今まで担当していたお仕事が終わる。今まで続けていた趣味や勉強が終わる。一つのことが終わる場合もあれば、複数のことが終わる場合もあると思いますが、そしてこの終わりというのは、健康に現れている方は、体の痛みを伴っている場合もあれば、何かを失うことで心の痛みに現れる方もいると思いますが、その痛みというのは、この時は人生が好転していく前触れ。何かを失うことによって、あなたはより大きなものを得ていく。より大きく進化して真実のあなた自身に近づいていく。人生が激変する時ですので、
焦らずにこの大きな変化の流れに身を委ねていただいて、あなたらしく進化し続けていただきたいなと思いました。それでは6月16日から30日までの獅子座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。